はい、皆さんこんにちは。最近ですね、衛星通信が私たちの生活にますます身近になってきていると感じる方も多いのではないでしょうか。特にアマチュア無線や携帯電話の進化により通信手段が多様化し、より便利になっています。今回は衛星通信の進化とその影響について詳しく見ていきたいと思います。衛星通信の歴史は1960年代に遡ります。最初の実験はですね、1960年にアメリカが打ち上げたエコー1号によって行われました。この衛星は風船の表面をアルミ箔で覆い、地上からの電波をですね、反射させるというシンプルなものでしたが、これが衛星通信の幕開けとなったのです。以降、1963年には初の商業衛星通信施設が設立され、1972年にはテレビ放送が衛星を通じて行われるようになりました。このようにですね、衛星通信は急速に発展し、私たちの生活に深く根付いていったのではないでしょうか。アマチュア無線は免許を取得する必要はありますが、一般の人々が無線通信を楽しむための手段として広く利用されています。そして衛星通信との関係も深いものがあります。アマチュア無線の愛好者たちは衛星を利用して通信を行うことができ、これにより地球上のさまざまな場所とつながることが可能となります。特にアマチュア無線の技術者たちは衛星通信の実験や新しい技術の発展に貢献してきました。例えばアマチュア無線のオペレーターは特定の周波数を使用して衛星と通信を行うことができます。これにより地球の裏側にいる人々ともですね、簡単に連絡を取ることができるのです。このような技術は災害時の緊急通信や国際的なイベントにおいても重要な役割を果たしています。最近ではアマチュア無線と衛星通信が密接に結びついてきており、特に小型のアマチュア衛星が地球を周回することでより広範囲な通信が可能になってきています。これにより遠隔地でも安定した通信が実現し、アマチュア無線愛好者たちが新たな通信の楽しみを見出しています。例えばアマチュア無線の中継機を搭載した衛星を利用することで地上の無線機同士が直接通信できるようになりました。このような技術の進化はアマチュア無線の活動をさらに活発にし、コミュニティのつながりを強化しています。一例としてですね、ISS の電波を聞いてみてはいかがでしょうか。国際宇宙ステーション ISS からの電波をですね、受信することは無線リスナーにとっても非常に魅力的な体験です。ISS は地球の周りを高速で回っており、そのためですね、特定の周波数で通信を行っています。例えば437.8MHz の FM 信号を受信するためには交代機受信機が必要です。受信機を用意したら ISS が通過する時間を調べ、その時間にですね、合わせて受信を試してみることができます。ISS からの信号は地上の無線局と同様に音声やデータを受信することができるのです。このような体験は宇宙とのつながりを感じることができ、非常に感動的なものとなるでしょう。衛星通信はですね、技術の進歩とともに大きく変化してきました。初期の衛星通信は主にテレビ放送や電話通信に利用されていましたが、現在はインターネットやデータ通信などさまざまな分野で活用されています。特に2022年に登場したスターリンクは低軌道衛星を利用したインターネットサービスを提供し、世界中の人々に高速なインターネット接続を可能にしました。このように衛星通信は
私たちの生活を便利にするだけでなく、情報の伝達速度や通信の質を向上させる役割も果たしています。今後もですね、技術の進化に伴い、さらなる発展が期待されるのではないでしょうか。最近、スペース X が提供するスターリンクが注目を集めています。スターリンクは低軌道に配置された衛星群を利用して地球上のほぼ全ての地域に高速インターネットを提供するサービスです。この技術はですね、特に通信インフラが整っていない地域において革命的な影響を与えると考えられています。スターリンクの衛星通信はアマチュア無線との連携も可能であり、非常通信システムとしての利用も期待されています。これによりですね、災害時の通信手段がさらに強化され、より多くの人々が安全に情報を得ることができるようになるでしょう。KDDI もですね、衛星通信のサービスを提供しており、特に災害時の通信手段として注目を集めています。KDDI の衛星通信は、地上の通信インフラが壊滅的な状況においても安定した通信を提供することができます。これにより緊急時の情報伝達がスムーズに行えるようになり、多くの人々の命を救う可能性があります。 KDDI のサービスは特に遠隔地や山間部など通信が難しい地域でも利用できるため非常に便利です。これによりアウトドア愛好者や登山者にとっても安心して活動できる環境が整っています。スマートフォンの進化により衛星電話も身近な存在になりつつあります。最近では衛星通信機能を搭載したスマートフォンが登場し、これまでの衛星電話のイメージを一新しています。これによりユーザーは手軽に衛星通信を利用できるようになり、特にアウトドアや災害時においてその便利性が高まっています。このようなデバイスは特に過酷な環境下でも使用できるように設計されており、信頼性の高い通信手段として重宝されています。これからの時代、スマートフォンを使った衛星電話はますます普及し、私たちの生活に欠かせない存在になるのではないでしょうか。衛星通信はですね、今後も私たちの生活に大きな影響を与えることが予想されます。特にリモートワークやオンライン教育の普及に伴い、安定したインターネット接続が求められる中で、衛星通信の重要性はますます高まっています。また、災害時の緊急通信手段としても衛星通信は欠かせない存在となるでしょう。私たちの生活における衛星通信の役割は今後も進化し続けることでしょう。これらの技術革新に期待しつつ、衛星通信の歴史を振り返ることは私たちの未来を考える上で非常に重要なことなのではないでしょうか。特にアマチュア無線や携帯電話との融合により通信手段が多様化し、より便利で安全な環境がですね、整いつつあります。今後も技術の進化に伴い、衛星通信が私たちの生活にどのような変化をもたらすのか、非常に楽しみです。このように衛星通信は私たちの生活においてますます重要な役割を果たすことになるでしょう。今後の技術の進化に期待しつつ、私たちもその恩恵を受けながらより良いコミュニケーション環境を築いていけたらと思います。それではまたお会いいたしましょう。73 and 88チャンネル登録もよろしくお願いいたします。